今日は半熟卵の天ぷらを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は半熟卵の天ぷらを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、中から卵黄がとろけ出すとろとろ半熟で美味しいゆで卵を天ぷらにしていきたいと思います。今回はシンプルにゆで卵を茹でて、それをそのまま天ぷらにしていきたいと思います。天ぷらの衣をサクサクにするコツなどいろいろご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、ししとう、薄力粉、片栗粉、マヨネーズ、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まず卵なんですが、今回は M サイズを使用していきます。こちらはもちろん L サイズでも OK です。L サイズを使う場合はプラス30秒ほど茹でていただくといいかなと思います。そしてあとね、今回一緒にししとうも揚げたいと思います。こちらは付け合わせなのでなくても大丈夫です。そして今回衣をサクサクにするポイントです。それがこちらの片栗粉とマヨネーズです。こちらの2つを入れていただくととてもサクッとした仕上がりになります。さらにマヨネーズはですね、味付けにもなりますので、ぜひ入れて作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、付け合わせのししとうですね。こちらの下処理からしていきます。まずししとうのヘタを取ります。このようにポキッとね、簡単に取ることができます。ししとうなんですが、このまま揚げてしまうと破裂してしまいます。なのでししとうのこの表面の部分に1本縦に切れ込みを入れます。はい、このように切れ込みを入れてください。切れ込みを入れてもたまに破裂する時もあるので、ししとうを揚げる時は本当に油跳ねにだけには注意してください。では同じように残りもね、切れ込みを入れていきます。はい、OK です。ししとうはこのように下準備しておいてください。それでは続いてゆで卵を作っていきます。まずお鍋にたっぷりのお水を張って、そして沸騰させます。はい、沸騰しました。沸騰したら小さじ1杯分ぐらいの塩を入れます。この塩を入れておくと卵の殻にひびが入って白身が飛び出ても、その白身がすぐ固まってくれるので予防として入れてます。そしたらね、このクツクツを少し弱めます。そしてお玉で卵をそっと入れてください。今回使用している卵は冷蔵庫からすぐ出した卵です。再びね、再沸騰させて、そして6分半茹でていきます。あんまりグツグツさせるとひび割れの原因にもなりますので、優しくグツグツするぐらいで茹でていってください。茹で始めてから2分ほどこのように卵をくるくる回しながら茹でていただくことで、黄身を真ん中に寄せることができます。ただ少しね、ひび割れしやすいので、ひび割れだけには十分に注意してください。ではこのままね、茹でていきます。ちょっとね、1個ひびが入ってしまいました。なんですけど、塩を入れてるので白身が飛び出ずにこのまま茹でることができてます。なのでね、結構塩は大事なので、ぜひ入れて茹でてみてください。はい、で今ね、茹で上がる1分前なんですが、このようにボウルに氷水を必ず用意しておいてください。もし氷がない場合は保冷剤でも OK です。はい、時間が経ちました。そしたら火を止めて卵を取り出します。はい、そして取り出したらすぐこのように氷水で冷やすようにしてください。一番最初にひび割れしちゃったのがこちらです。全然ね、白身も飛び出ず茹で上げることができます。それではこのまま15分しっかりと冷やします。それでは続いて衣を作っていきます。今回ね、衣にマヨネーズを加えます。こちらのマヨネーズはそのまま混ぜてしまうとダマになってしまいますので、ダマにならないように一番最初にお水で溶きます。まずボウルにマヨネーズです。そしてここにお水をね、大さじ1/2の1ぐらいですね、少し加えます。そしてこれをまずよく混ぜましょう。少しずつね、お水に溶いていきます。これをね、一度にたくさんのお水で溶いてしまうとダマになってしまいますので注意してください。このように綺麗に溶けたら、今度は大さじ1杯のお水を入れます。そして混ぜましょう。ちなみにね、このお水はですね、今回使うお水の量から取っています。このぐらいですね。お水のようにシャバシャバになったら残りのお水を加えてください。そして混ぜます。あ
とはここに薄力粉と、そして片栗粉を加えます。こちら振るわずに入れちゃって OK です。ダマができないようによく混ぜてください。はい、このようにしっかり混ぜれば OK です。衣はこのように作ってください。そうしましたらこちらの衣は使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。それでは卵の殻を剥いていきます。まず卵のね、丸い方ですね。こちらのお尻の方にひびを入れます。このようにね、穴が開くので一皮剥いてください。この時ね、薄皮も一緒に剥くようにしてください。このように剥いたら、この剥いたところをきっかけに親指の腹を使って剥いていきます。この腹の部分で卵を撫でるようにね、剥いていきます。ではいきます。そうするとね、大きく殻が剥けて綺麗にね、つるんと剥くことができます。最後つるんと剥きます。はい、こんな感じです。それでは残りも同じように剥いてください。はい、このように綺麗に殻が剥けました。それではですね、ゆで卵にこれから衣をつけて揚げていくんですが、衣をつける前にゆで卵に薄力粉をまぶします。そうすることで衣がしっかりと密着しやすくなります。ここに薄力粉を出して、そして卵にね、薄力粉をまぶします。薄くまぶすぐらいで大丈夫です。はい、こんな感じでまぶしてください。では残りも同じようにまぶしていきます。そしてあと一緒に揚げるししとうにも薄力粉をまぶしましょう。はい、このようにまぶしてください。それでは衣をつけていきます。衣の中に卵を入れます。そして全体に衣をつけましょう。あとはね、このまま揚げていくだけです。ししとうも同じように衣をつけて揚げていきます。それでは揚げていきます。まずね、油を注ぎ入れてください。はい、このようにね、結構たっぷりめな油を入れてください。油が少ないとそこにくっつきやすくなってしまいますので、できるだけね、多めの油で揚げるようにしてください。なのでこのようにね、少し小さめの小鍋でやっていただくと油の節約になると思います。それでは火にかけます。今回はね、180度ぐらいの温度でさっと揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時にすぐ菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それではね、やけどしないように入れていきましょう。このような網を使っていただくといいかなと思います。では揚げていきます。もうさっと揚げるだけで OK です。まずね、2個揚げていきます。カラッとしたらね、すぐ取り出しちゃって OK です。こんな感じでカラッと揚がりました。こちらも取り出します。はい、このようにサクッと揚がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。ちょっとね、下にくっつかないようにお箸でね、持ち上げて、そして揚げていきます。はい、サクッと揚がりました。それでは続いてししとうを揚げていきます。油跳ねには十分に注意してください。ししとうもね、さっと揚げれば OK です。はい、カリッと揚がったら取り出します。はい、全部揚げ終わりました。衣がすごくサクサクです。それではこのままね、3分ほど油を切ります。はい、これで半熟卵の天ぷらの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように中身は半熟トロトロで美味しそうに仕上がってます。そして衣もサクサクです。今回はね、ご飯の上に乗せてみました。こちらはお好みの食べ方で召し上がってみてください。それでは早速いただきたいと思います。半熟で美味しそうですね。今回はね、めんつゆを少しかけてます。ではいただきます。卵がトロトロですね。そしてもう衣がサクサクです。半熟具合が最高です。では一緒に揚げたししとうもいただきます。ししとうもサクサクですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の半熟卵の天ぷらのポイントです。まず卵なんですが、今回は冷蔵庫からすぐ出しの卵で、サイズは M サイズを使用してます。もし L サイズを使う場合は、プラス30秒ほど茹でていただくといいかなと思います。逆に小さい卵ですね、S サイズの場合は30秒ほど短く茹でてください。そして卵を茹でる時のポイントなんですが、茹でる時に沸騰したお湯に塩を入れてください。そうすることで卵の殻にひびが入って白身が出そうに
になってもその白身がすぐ固まるので、白身が飛び出てしまうのを防ぐことができます。なのでぜひ塩を入れて茹でてみてください。今回も1分ぐらい茹でたところでちょっとひびが入ってしまったんですが、塩を入れていたので白身が飛び出ることなく綺麗に茹でることができています。そして茹で上がった後なんですが、必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。これをこのまま放置してしまうと、まず半熟じゃなくなってしまうのと、さらに卵が殻にくっついてしまって綺麗に殻を剥くことができなくなってしまいます。なので必ず氷水で冷やすようにしてください。これをですね、普通の水道水でやってしまうと、卵の厚さで水道水も温かくなってしまいますので、必ず氷水を使ってください。もしね、氷水がない場合は保冷剤とかをね入れていただいても OK です。そして衣を作る時のポイントです。今回衣に片栗粉とマヨネーズを加えてます。この2つを加えることでとてもサクサクな衣に仕上がります。このマヨネーズを入れる時なんですけれども、そのまま直接入れてしまうとマヨネーズがダマになってしまいます。なのでマヨネーズは必ずお水で溶いてから他の材料と混ぜるようにしてください。あとは殻を剥いた卵に薄力粉をまぶして、そして衣をつけてさっと揚げてください。この時揚げ時間が長いと半熟じゃなくなってしまいますので注意していただけたらと思います。揚げる時もですね、多めの油で揚げていただくことで鍋底にくっつかなくなるので、とても綺麗に揚げることができると思います。なので小さめのね小鍋を使っていただくといいかなと思います。そして今回一緒にししとうも揚げました。このししとうを揚げる時は必ず包丁で1本切れ込みを入れて揚げるようにしてください。この切れ込みを入れてもたまに破裂してしまう場合がありますので、ししとうを揚げる時は十分に注意して揚げるようにしてください。あとはね、今回ご飯にのせたんですけれども、塩をつけて召し上がっていただいてもいいですし、うどんとかお蕎麦にのせていただいてもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は半熟卵の天ぷらを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。